こんばんは。はるです。今回はディフェンダー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を追加して更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらが最新版のディフェンダー選手のティアリストになってます。今週はですね、フューチャースター、チーム1、チーム2を新しく追加をしたという風な形になってます。まずは D ですね。D はですね、前回からの、フューチャースター選手の追加っていうのはないんですけれども、ロバートソン、トレイルブレザーズ開拓者ですね、のロバートソンだったりとか、あとはティアニーかな、サンダーストラックのここら辺の選手たちを少し下げたという風な形になってますね。そこまで使われていない、かつそんなに強さは今の現環境ないという風な感じになってますね。で、そして続いては C ですね。C はですね、前回と比べるとダンフリースだったりとか、あとはクラウス、マゼラウィ、ここら辺の選手を少し下げたという風な形になってますね。で、新選手としてはフューチャースターのランプティですね、をここに入れました。ランプティね、悪くはないんですけれども、やっぱフィジカルの部分がどうしても気にはなる、今の現環境気にはなってしまうなという風な選手ですね。上げるサイドバックとして攻撃面はね、全く問題は、ないですね。普通にドリブルもめっちゃ軽いし、逆足も5だし、速さもあるし、本当に扱いやすいんだけれども、守備面をちょっと考えると、それなんか取り切ってくれへんのかとか、弾かれてしまうとかっていうのが、どうしてもある。やっぱりね、相手のね、フォワードの選手、アタッカーの選手もめっちゃ強いんで、そこをちょっと封じ込めるような強さっていうのは守備面ではあまりないかなという風なところですね。なのでちょっと守備のところも考えると、個人的には C かなという風なところですね。で、そして続いては B ですね。B はですね、多くの選手をですね、新しく追加をしまして、フューチャースター、キビオルだったりとか、あとはリコ・ルイス、そしてフューチャースター、アイコンですね、のプジョルだったりとか、フューチャースター、ディアキテ、ビセック、ルケバ、ここら辺の選手を追加をしたという風な形になってます。まずはキビオルですね。全然悪くはないですし、1万ちょっとで買えるのは結構コスパかなという風には思います。身長もともとね、でかいですし、左利きのセンターバックっていうのはいいのかなという風には思います。ペースもね、84まで上がりまして、フィジカルもある程度強いっていう風な選手になりますね。ただやっぱり不満点というか、もっと、強くあって欲しかったなっていう風なところで、プレイスタイルは、不十分かなという風に思います。ここがブルーザーだったりとか、あとは予測とかがついていたら、良かったのかなという風には思いますね。で、そして続いたリコ・ルイスですね。この選手も普通に強さが、あって、全然今の現環境、スタメンに入っててもおかしくはないという風な選手ですね。若干フィジカルはね、気にはなるし、ちょっと守備のところで、取りきれなかったりとかは、ある場面はあるんですけれども、その扱いのしやすさだったりとか、ペースの速さという風なところを活かして、ランプティよりそれなりに強さをね、自分は感じたので、ランプティより上のこのランクという風なことに、してますね。もしかすると、ボランチとか、の方がいいのかもしれないんですけれども、上げるサイドバックとして使ってみるのもいいのかなと思います。逆足4というのは素晴らしいですし、またこの人もね、やっぱプレイスタイルのところで、守備のところがね、もっとついていたらよかったかなというふうには思うんですけれども、十分強い選手にはなりますね。で、そして続いてはフューチャースターアイコン、プジョルですね。フューチャースターで強化をされてですね、ペースが80まで上がった。ここは結構でかいかなというふうに思いますね。ただ現環境の中ではもうちょっとペース速くあったらよかったかなと思いますね。ディフェンス能力に関してはフィジカルも含めてですけど全然取り切る力っていうのはあるので、さすがプジョルだなという風な守備を見せてくれますね。特にブロックのプラスなんかもついてますので、それよくシュートブロックしてくれたっていうのがありますね。あとは予測だったりとかもついてるのはいいのかなという風には思うので、本当にね結構ペース以外はいいかなっていう風な感じなんで、どうしてもペースで置いていかれるっていう風なことが
なくはないので、このランクには、しましたね。加速タイプに関しても、ね、この普通というか、こうコントロールっていうのが、ちょっと厳しいのかな。まあ、例えば長いとかだったら良かったのかなっていう風にも、思いつつ、まあ、これからのプジョルの特殊が来たら、ペースのね、部分に注目してみるのもいいのかなと思います。このフューチャースターアイコンだったら、上がったんですけれども、もうちょっと欲しかったなっていう風なところですね。でそして続いてディアキテですね、ディアキテ。この人もですね、非常にコスパはよく値段以上の強さが、あります。もちろん視野のね、低さだったりとか、冷静さの低さっていうのは、まあもうちょっと改善は必要で、低いんですけれども、ペースがあって逆足も4だし、フィジカルも強くって、守備もね、ちゃんとできる選手になります。インターセプトのプラスっていうのはでかいなっていうふうにも思うので、まあ総合的にいいところが多い、そんなサイドバックだなというふうに感じます。まあやっぱりリーグワンの中でなかなかハキミがね、特殊来ない中で言うと、右サイドバックこの人使うのはね、いいのかなというふうには思いますし、全然強い、そういう選手になります。普通に値段以上の強さが感じるコスパ選手ですね。そして続いてはビセックですね、ビセック。まあビセックに関しても値段以上に、自分は強さがあるなという風なところで、フューチャー差はね、安くて強い選手が多いなという風な印象を受けますね。ビセックもともと身長でかくって、フィジカルも、強くって、インターセプトのね、数値自体は低いんですけれども、ちゃんとこう取り切る力っていうのが、こうガツンと当たれれば、取ることがしっかりできる選手にはなるので、普通に強い選手になります。あとはパスがね、うまいっていうのもこの人の良さだったり、しますし、ペースも83あるという風なところもいいと思いますね。特に空中戦。この人めっちゃ強いですね。やっぱ身長のでかさとエアリアルのプラスっていうのはでかいですし、本当にコーナーキックから決めきるっていうことができる選手になりますね。まあ個人的にこの人もプレイスタイルね、もうちょっと多くあったら、本当にトップオブトップのセンターバックにはなれたかなと、思いますね。本当ブロックしかついていないっていう風な感じにはなってしまうので、まあよりフィジカルのところブルーザーだったりとか、あとは予測ついていたら良かったのかなという風に思いますね。ただ十分強いです。でそして続いてはルケバですね。ルケバ。まあこの選手も普通に強いという風な選手で、全然スタメンに入っててもおかしくはないっていう風な感じで、まあインターセプトのプラスだったりとか、パス面のプラス、2つともね、まあそれなりにいいプレイスタイルかなと思いますので、ここがプラスでね、2つついてるっていうのはでかいなと思います。あとはジョッキーとかブロックがついているという風な感じで、まあビルドアップこの人もちゃんとしながらですね、ちゃんと守備ができるっていう風な選手になるので、まあ攻守万能という風な感じになりますね。ただまあ身長がちょっと低いんで、フィジカルはあるんだけれども、ちょっとこう弾かれてしまったりとかっていうのはまあなくはないっていう風な感じですね。あとは空中戦、とかで負けてしまうこともまああるっていう風な選手になりますけれども、まあ十分この人も、B ランクにいてもですね、おかしくはないかなという風なところで入れました。でそして続いては A ですね。A はですね、新選手としてはフューチャースターアレックス・バルデを入れました。まあ、バルデに関してはですね、速くて、軽くてっていう風なサイドバック、フィジカルはちょっと弱いよっていう風な感じになります。ランプティとね、結構ジャンル的には、同じというか似ている選手になるんですけれども、ランプティは C でバルデは A っていう結構ランクをしっかり分け隔ててるかなと思うんですけれども、やっぱバルデの場合はプレイスタイルプラス2つでインターセプトとねクイックステップっていうのがでかいですし、あとは予測だったりとか、ついているっていうのは一つでかいのかなと思います。でペースもねめっちゃ速いしっていうような感じで、なんかバルデの方がやっぱりなんかちゃんと強さを感じるというか、バルデありがとうって思うことが多い、そういう選手になってます。ランプティはフィジカルちょっと弱いな、もうちょっと欲しいなって思う反面、バルデはなんかそれ意外と取り切ってくれるんやとか、本当に強いなって思うことがバルデの方がもうめちゃ多かったっていう風な感じなんで、これだけランクをね分け隔ててるという風な感じになってます。まあ値段的な部分で言ってもバルデはねその価値あるのかなっていう風には思いますし、本当にこういうのは攻撃的サイドバックなんだけれども、守備も意外と、できる能力上がっ
て、かつインターセプトのプラスとクイックステップで止めることができるっていうのがすごくいいなというふうには思いますね。あとは空中戦も結構まだ頑張ってはくれる選手にはなりますし、普通に強いなというふうに思いますね。一応左利きのねサイドバックなんですけれども、右に、RB に置くこともできますので、逆足も4だし両サイドバックできるっていうのもいいのかなというふうに思いますね。そして続いては S ですね。S はですね、新選手としてはフューチャースターアイコンのマルディーニ、そしてカンナバーロ、ロベカルと、この3名を入れました。全員アイコンの選手ですね。まずはマルディーニですね。ダイナスティーズでもですね、今の現環境トップクラスの選手にはなるので、そこから強化をされると当たり前に強いなという風なところですね。で、このフューチャースターアイコンになって、プレイスタイルプラス2つ付きになったことがですね、よりもう力が強くなりすぎたっていう風な感じですね。予測こそプレイスタイルついてはいないですけれども、マルディーニに関してはもう正直関係ないかなっていう風な感じですね。ちゃんと取り切ってはくれるし、勝手に取ってくれるっていう風な、率が本当に高いセンターバックになりますので、この人いたらですね、もう守れるというか失点率っていうのはぐっと減るかなという風に勝手に守ってくれるっていうのが一ついいポイント、楽なポイントかなという風に思いますね。そして続いてカンナバーローですね。SBC で来た選手になるんですけれども、現環境自分的には S に入っててもおかしくはないかなと思います。身長結構低いですけど、なんでか取り切れるっていう、固有の力なのか、プレイスタイルの良さなのかわからないんですけれども、なんかね、ほんとちっちゃい低身長の中で多分一番取り切ってくれたんちゃうかっていうぐらい本当に力がある選手ですね。で、またリアクションだったりとかっていうのも、ちゃんと高いですし、冷静さ、積極性もそれなりにあるっていう風な感じですね。ペースがもっと速かったらより強かったなっていうのは思うんですけれど、十分、あって、空中戦はそこまで強くはないんですけれども、ただ弾き返すっていう力はそれなりにあるという風な感じですね。プラスのね、ところがね、アクロバティックじゃなくって、白でついているブロックだったりとか、インターセプト、予測、どれか3つが、プラスになっていたらよりやばかったかなという風には思いますね。十分 SBC の選手としては強いなという風に思いますね。そして続いてはロベルト・カルロスですね。ロベカルですね。ロベカルに関してもですね、非常に強化をされました。結構能力上がって化けたかなと思います。特に逆足が4になっているっていうのは一つ大きいポイントですし、攻撃的なサイドバックとしてめちゃくちゃ強いなという風に感じますね。自分でそのまま決めきるっていうこともある程度できる選手で、容赦なしのプラスがねついてはいるので、本当に上下運動をしっかり最後までできる選手ですし、かつプレイスタイルも豊富ですね。フリーキックはね、人によってね、いるかいらないかなんですけれども、白でついてるラピッドだったりとか、クロスの部分だったりとか、クイックステップとか、結構ね、多くついては、いますし、豊富だなという風には感じます。もちろんね、身長面でちょっとフィジカルで取りきれなかったりとかってのはロベカルちょっとあるんですけれども、ただ、ベースの頃よりかはだいぶ改善をされてますし、本当にそういう若干ちょっとマイナスみたいなのがあっても、もう他がちょっとプラスすぎるというか、他が結構使用感がいいっていう風な感じにはなりますので、総合的に見ると自分的には S に入ってても全然おかしくはないかなという風には思いますね。こちらが最新版のディフェンダー選手のティアリストになります。もちろんね、ここに入れけなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいのとならチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。